自分のお金貯めてバーキンを買うんだったらそのお金でどうですかっていう。お医者さんいますかっていう。僕今回もね飛行機で。皆様いつも見ていただきありがとうございます。本日は麻生先生に出演していただきました。楽しみですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私麻生先生の YouTube とか拝見していて、はい、私毎週国家試験に落ちる夢をまだ見るんですね。一緒だ。そうなんですよ。で私も3件クリニックやっているので、はい、このクリニックどうしよう、手放したらいいのかな。でそしてしかも試験に落ちるんですよ。で1年後しか試験がないからどうしよう、来年も受かるのかなっていうのを毎週見るんですけど。いや一緒だわ。本当見ますよね。それぐらいね大変だった。他のねお医者さんに聞いたらね、医師国家試験は誰でも受かるだろうとか言ってくるんよ。なんか90何%受かる試験だから誰も落ちんだろあんなんとかね、すごいみんな賢いふりしてくるんだけど、僕は大変だった。本当に私も大変ですよね。めちゃめちゃ大変でした。もう悪夢にうなされてます。みんな格好言うんですよ。自分が賢いふりしとるんですよ。あんなの余裕だろうって言ってる先生の方が絶対そういう悪夢見てると思うよ。大変やもん。90何%受かるってことは落ちれない試験ですもんね。だってね。もうドキドキしますね。前から数えてこの10人に1人落ちるのか、じゃあ私入らないかなとか、そんな感じでした。プレッシャー実はすごいんですよ。弁護士試験はさ、落ちたって別に弁護士にならなかったってさ、法学部だったらね就職できるけど、医学部6年行ってしかも私立の医大に親が大金投じてて落ちれないんですよね。僕先生の帝京大学3回落ちたんです。こう言うたらもうアホな先生と思われるかもしれんけど、一応大学院は慶応行きましたからね。すごい。本当にもう全然行きたかったんです、東京の大学に。私もです。でも何回も落ちるんですよ。しかもね、理科1個で受けれる唯一の。そうなんですよ。兵庫医大と帝京しかなくて、科学をねめちゃめちゃ固めていったけど、もうね1個間違えたら落ちますね、あれ。そうもう帝京大学の試験は結構もう95点とかそういうのを目指す試験なので。そうです。だから数学4問しかない大問1個失ったら25点も失うんですよ。7割あるしいけるかなじゃないんですよ。だからもう数学選んだらもう100点、科学選んだらも100点、で英語で9割取るとかだから落ちるんですよ。でも私先生がおっしゃったと同時に帝京と兵庫受けました。兵庫受かりました。兵庫も受かったんですけれど、だけどもう私は都会に行きたいって言って。兵庫も実はいいんですよ。先生どこ出身ですか。愛知県出身です。僕藤田だったんですよ。結局ね理科を固めていったのに藤田受かった時はダメ元で受けた推薦だったんです。僕3浪だったから受ける資格なかったんですよ。2浪までが望ましいって書いてあったんですよ。望ましいだったんですよ。じゃあ3浪受けてもいいだろうと受けたら奇跡的に受かったんですよ。もうこれがなかったら医者になれなかったので、その前の年は歯科大も落ちてたので本当に藤田医科大学には感謝してるんですけど、でも良かったですね、東京で医大生で。本当にいいよね、帝京いい学校だと思います。その時は親にもうどうしても帝京に行きたいからお願いしますって頼みました。学費兵庫医大より高いですよ、帝京の方が多分ね。本当に感謝してます。本当いいお父さんお母さんに恵まれてね、幸せですよね。話ずれましたね。先生バイオリンされてるじゃない。だから私も3歳の時からバイオリンを習わされていて、母親の方がすごくバイオリンが大好きで、すっごい長い物差しをピシピシピシってされながら、音外れたら叩かれるやつですね。そう、もう学校行く前に1時間練習しろって言われて、で本当にバイオリンが嫌いになっちゃってもうやめました。いつやめました。中学受験するって決めたので、中学受験させてもらう代わりにバイオリンやめていいですかって聞いたら、やめていいよって言われて、私も中学受験の方がいいですって言って。全く僕の娘と同じじゃない。バイオリンを好きなまま中学生にすることは難しいんですからね。難しいと思います。ただピアノもやらなきゃいけないですし、楽譜も読んで音感整えてとか、そういう学校にも通わされて、全然好きじゃないのに東宝のソルフェージですね。そうソルフェージュ、だからもうそれがすごく嫌いでやめました。今だったらそんな嫌じゃないですよ。今だったらですね。僕も大人になってから再開したんですけど、なんか楽しかったです。
あと先生この間 YouTube でもう YouTube なんか飽きたなっておっしゃってたと思うんですけど、はい、なんとなくだからもう極めるともう、いいかなって思う時ってあるじゃないですか、はいはい、そうすると次の目標を作っていかないとなんか人生楽しくないと思うんですけど、はいね、何が目標にされてるのですか？昔だと50で死んでたんですよ。だからそれ15、6でね大成してバイオリン1本で生きていくとかで50で死んだとか音楽家の人生見てたらそうなんだけど、今100まで生きるわけじゃないですか。1個じゃちょっとね、だからいろんなことやっていいと思いますよ。興味持つこと、そのいろんなことやったことが自分のなんかプラスになってるんですよ。全然何も関係ないようだったことがなんかすごい人生を開くことがあるんですよ。プラモデル作るのが好きだったことがあってね、小学校の時にその時に難しいこうシールを貼ったりとかピンセットを使ってこう貼ったりとか作ったりとかこう削ったりとか色塗ったりとかするのがやっぱ小学生にとってはすごい難しかったと思うんですよ。小学生の自分にとって。でもそれを一生懸命やったことでなんか自信がついたんですよね。そのことが今の仕事に生きてるなと思うので、バイオリンも今やってるのは何かにつながるんじゃないかなと思ってやってはいるんですけど、マルチタスクがお医者さんの得意技じゃないですか。あれだけ耳鼻科やら皮膚科やら精神科やらたくさんの科目数こんな教科書をさ一応やったわけじゃないですか。まあやる訓練を受けたじゃないですか。研修医もひどかったじゃないですか。どんだけ書類書かすねんぐらい書かされて病棟駆けずり回ってもうマルチタスクをしなかったら家に帰れないじゃないですか。その訓練は開業するとねいろいろ他のこともあるけれども絶対先生余裕があるはずなんで、なんか一個やればいいんじゃないですか。興味持つこと。恋愛だけが人生じゃないから。先生ほら犬飼われてるじゃないですか、はい、私ドッグダンスをやってるんですね、はい、ドッグダンスそうなんか犬が2匹いてポメラニアンと、トイプードルがいるんですけど、はい、もう生まれた時からドッグダンスの先生についていて私も習うんですけど、なんかご飯を一つずつあげるたびにトリックをさせるんですね、はい、で犬って本当は前にしか歩けないんですけどちゃんとピッピッピッってやると後ろ向きにパパパパって歩いたりとか、お辞儀したりするやついますよね。それを組み合わせてダンスにするんです。すげえ楽しいですよ。うちはもう無理、もうピッて見せた瞬間ここに飛びついてきますけどできたらすごいよね、あれ。大きさは関係なくちゃんと訓練すればできるんです。うちめちゃくちゃアホですよ。スケボーをやらそうと思ってスケボーにこう秘書が一生懸命乗せるけどすぐ降りちゃうし、そう難しいんですよ、スケボー犬は。スケボー2個買って毎日スケボーに乗せろって言ってるんですけど今日も無理でしたの報告しか来ないから、あれなんか簡単に乗ってるわけじゃないね。相当な努力やってると思うよね。スケボー犬が走ってんのめちゃめちゃ可愛いけどね。すごいの見たことあるよ YouTube で、鏡みたいに女の人がこうお辞儀したら犬もお辞儀してバックしたらバックしてくるんって回ったら犬もくるんって回るの、癒されるわ。ペットロス気をつけてくださいね。そのまま鬱になる人いるんでね、チャッキーってね犬がこの間亡くなったんですけど、全く同じ種類の犬飼ったら、チャッキーがいなくなった分やっぱ癒されますね。ペットロスの人ね亡くなった後ね次のワンちゃん迎えた方がいいと思いますよ、仕方ないもんだって短すぎますよね、寿命がね。そんなにまた炎上しちゃったりしたら困るから。この本のこのバーキンってこんな風に大々的にやってエルメスから怒られないのか？これねバーキンは怒られないんです。バーキン人の名前なんで。あ、そうなんですか。エルメスすらもバーキンって方の使ってるわけで、そんなん言ったらエルメスさんがバーキンさんに訴えられますよっていう話なんでね。シャネルはダメです。あ、そうなんですか。シャネル注射って訴えられましたし、厳しいところは厳しい。でもこのねタイトル見て面白いなと思ったのが、タイトル目引くじゃないですか。でその本を家に置いておいたんですよ、そしたらこの本を見た主人がこれってバーキンを買うなら放狂しろっていうのは放狂したら綺麗になって、バーキンを買ってくれる男性がついてくるってことって言われて、あ、そういう考えもあるんだと思って。そういうことなんですけどバーキンは買ってもらえってことなんですよね、自分のお金貯めてバーキンを買うんだったらそのお金で胸入れたらどうですかっていう、まあ
すっごい炎上したんですよ。お前こそハゲ直せやとか、お前人の体のことそんなこと言って、ね、これでも需要があるんだとか、もうお叱りの言葉いっぱい受けたんだけど、それだけ怒られるっていうことは、それだけ皆さんやっぱり悩まれてるってことなんで、コンプレックスに思ってるんだったら、美容整形っていうのも一つの手段だよっていう訴えかけるコピーとしてはいいんじゃないかなと。めっちゃ反対されました、これ題名にするとき。半分の人が反対しました。 50%。 でもめちゃめちゃ目引きますよね。そうですね、でもまあ患者さんは増えてるので、悪名は無名に勝るじゃないけど、ちょっとこう怒らせるようなマーケティングもありなんかなっていうふうに思いましたね。あと私YouTube でお医者さんいますかっていう、あれ私絶対手挙げないタイプなんですよ。だって私皮膚科医だし何もできないしと思って。いや意外とね、行ったらいっぱいいます。僕今回もね飛行機で亡くなられた人いてて、もう座った瞬間に亡くなってたみたいで、心臓なんかな、隣の人がびっくりして寝てる人が起きないみたいな。でもその周りにお医者さんがバーって手を挙げて、なんやもう 4,5 人いて、で英語だったからね、外国のお医者さんとかいて、で医療関係者だらけだってね。でもう亡くなってるし、もう誰が死亡診断書書くかの押し付け合いになってたんで、救急の人が来たりとか大変ではあるんですけど、意外と医療知識のある人がいっぱい来るんで、あんだけ人数乗ってたら一人じゃないことが多いので、一人だったら怖いですよね。もうなんかせっかく、医者になったのにそういう時に手を挙げられない自分はなんか何なんだろうってちょっと悲しくなります。急変することがあるんで、気分悪いって言われてる時に意外と大丈夫だろうと甘く見てたらパンって急変するんで、点滴入れてるだけでお薬の道ができるんで、もう倒れて心筋梗塞とかだったらもう口から何も飲めないですし、でも緊急の薬剤は全部あるので、点滴入れるだけでもプラスなんで、血圧があるうちに、もう僕もニューヨークに行く便で点滴入れる前に心不全になっちゃったおじちゃんがいて亡くなったんですけど、それもね、どんな軽症でももう飛行機とかで言われたら点滴入れたろうと思ってるんですけど、もうまずルート確保するだけでもプラスなんで、看護師さんが一人乗ってるだけでも全然違いますよ。じゃあ今度からやってみます。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。今日はご視聴いただきありがとうございました。また今後もニキビのことや皮膚の疾患について YouTube でどんどん発信していきます。今後もご視聴よろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。